はい、皆さん、こんにちは。次郎です。皆さん、お元気に過ごしておりますでしょうか？本日はですね、新しい試みとして、ポッドキャストを、このカメラの前で撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。今までは、私のパソコンの画面をシェアしたりとかして、その画面を見せながら、ポッドキャストを撮っていましたが、今日は本当に喋るだけです。本当に喋るだけ。はい。やっていきたいと思います。で、ちょっとマイクの音質も、向上させたので、ぜひ眠りながらとかね、聞いてください。画面を見続ける必要はないので、ぜひ眠りながらとか他のことをしながら聞いてください。よろしくお願いいたします。はい。今はですね、日本は夏に向かっていってますね。季節の変わり目で、とっても暑くなってきましたね。今、ここに温度と湿度が表示されてると思うんですけど、何度になってますかね？見えますか？ちょっとね、今、僕のところからは見えないので、ぜひ、確認してください。今何度ぐらいですかね？でも、着実に毎日暑くなってきてます。日本の夏は暑いですからね、本当に。はい。皆さん、日本の夏を体感したことはありますか？本当に暑いですよ。ただね、慣れてしまえばね、夏嫌なんだけど、こんな感じかって思いますよ。いや、暑いだけならいいんですけど、湿度が本当に高いんですよ、日本の夏って。なんで、それが相当厄介ですね。うん。湿度が高いことによって、ジメジメして、で、ベタベタします。すみません。たくさんの擬音を使ってしまったんですけど。はい。皆さんは今何をしながらこのポッドキャストを聞いていらっしゃいますかね？僕はですね、最近気づいたんですけど、たくさんポッドキャストを聞いてるんですよ、自分。いや、最近気づいたんですけど、気づいたら、寝るときにいつもポッドキャストを聞いてますね。もちろん僕は日本人なんで、日本語学習のためのポッドキャストは聞いてないです。別のジャンルのポッドキャストを聞いてるんですけど、いいですね、あれ。最近は YouTube も Spotify もタイマー機能があるじゃないですか。で、例えばタイマーを30分に設定したら、30分後に自動で再生中のポッドキャストが停止するじゃないですか。あれ、すごい便利ですよね。あの機能すごい重宝してます。あの、なんか、僕って何かしら音を聞いてないと眠れないんですよ。はい。何かしら音を聞いてないと眠れないんで、ポッドキャストを愛用してるんですけど、その、ポッドキャストがずっと流れっぱなしだと、止めるのめんどくさいじゃないですか。なので、タイマー機能を愛用してます。で、僕の場合はね、いつも30分に設定してます。で、30分経たないうちにだいたい眠りに入りますね。で、30分経たない、30分経っちゃうこともあるんだよね。眠れないまま。だけどね、その後また30分セットしたらだいたい眠れるね。うん。やっぱり僕はね、いろいろ日々、考え事をしちゃうから、何か音を流してないとね、別のことを考えちゃうんだよね。だから、別のこと、いろんなことを考えてると眠れなくなっちゃうから、だからね、僕は、ポッドキャストを聞いて、
そのポッドキャストの内容に自分の脳みそを集中させて気づいたら眠るっていうのをやってます。で、最近聞いているジャンルは野球かな。僕がポッドキャストを聞いているときは、聞くジャンルはだいたい2つなんですよ。で、1つはニュースだね。で、もう1つが野球。野球ね。野球ってスポーツみんな知ってますか？でね、野球の何を聞いてるかっていうと、野球の、ゲームの音を聞いてるわけじゃないんだよね。元プロ野球選手の人の話のラジオを聞くとか、そういうことをしてます。あとはね、ニュースは、本当に、いろんなニュースがあるんだけど、国内のニュースというよりは、世界のニュースをポッドキャストで聞いてます。でね、本当に一人眠りやすい、いい声をしてる解説員の方がいるんですよ。で、その人はね、あの、東京大学っていう大学の、教授の方、いや、副教授だったかな、ごめん。詳細な、役職は忘れたんだけど、東大の人なんだよ。で、その人がね、本当に心地いい声でニュースを解説するから、一時期その人にドハマりしてました。そう。だからね、僕も、その人みたいに、みんなが眠りにつきやすいような声を目指したいよね、やっぱり。今ちょっと意識してます。ちょっと意識してる。眠りやすい声にしようと思ってる。ASMR 的なね。え、みんな、ASMR とか聞きますか？ASMR いいんだけどさ、たまに耳がくすぐったくなるんだよね、僕。たまにさ、なんか、筆でマイクをちょんちょんちょんってさ、いじる ASMR とかあるじゃん。あれなんか本当に無理なんだよね、僕にとって。なんか耳がくすぐったくなっちゃうから、なんかずっと聞き続けることができない。なんかね、首の後ろが痒くなる感覚なんだよね。わかる人いるかな？その感覚があるから、僕は ASMR 苦手です。ただ、その教授みたいに、眠りやすいいい声質の人は好きなので、そういう人のポッドキャストは聞くようにしてます。なんで、僕もね、そんなポッドキャストを、目指していけたらなって思ってます。どうですか僕の声。僕って、これまでの人生で、ずっと声にコンプレックスを持ってたんですよ。で、その理由としては、声が低いからなんだよね。僕の声って、日本人にしてはだいぶ低めの声なんだよ。でね、日本の小学校とか中学校って、あの、合唱大会とかが結構あるんだよね。あとは音楽の授業にみんなで合唱しましょうとかっていう機会が結構あるんだよ。だから、その時に高音がいつも出すことができないんだよね。その度に、ああ、自分って音痴だなって思ってました。そう、だから声が高い人のことがとっても羨ましくて、羨ましいなって思ってました。いつも。皆さんの声は高いですかね？低いですかね？でもね、僕は、今でも音痴なんだよね。あの、今でも音痴なんですよ。あの、そこまでその高音を出さなくてもいい曲だったら歌えるんですけど、やっぱり高音が続くような曲になってしまうと、そうだね、やっぱり、音痴になっちゃうね。だから、
カラオケに友達と行くときは、いつも高いキーを出さなくて済む曲を歌ってる。そう。日本ではね、あの、カラオケに友達と行く文化があるから、しょっちゅう人の前で歌う機会ってあるんだよ。それこそ、高校生であっても学校終わりにカラオケに行くことは結構あるよ。あるし、大学生も結構行くね。飲み会の後とかにカラオケに行ったりとかするし、社会人になってもね、カラオケって人によっては結構行くんだよね。で、僕の友達なんかは、飲み会で1軒目、2軒目行った後にカラオケに行ったりしてるね。で、その時にすごい気を使うらしいんだよね。やっぱり会社っていろんな年代の人がいるじゃん。で、年代によってさ、知ってる曲って違うじゃん。結構年がいってる人って若い人に人気の曲を知らなかったりするし、その逆もしかりだよね。だから、この50歳の先輩が知ってる曲を選ばなきゃなっていつも思うらしい。だから、その年代、一緒に、カラオケに行ってる人たちの年代に合わせて、曲を選ぶらしいです。うん。だからね、相当気を使うっぽい。でもね、楽しいらしいね。うん。楽しいらしいねっていうか、僕も会社で先輩の人と行ったことあるね。ただ、そこまで、高頻度で行くわけではないかな。会社によって飲み会の文化って全然違うんだよね。今って、飲み会があっても断る若い世代の社員ってすごい多いから、そもそも飲み会をあまり実施しないっていう会社もあれば、もう毎日のように飲み会をしてる会社もあります。だからね、日本の飲み会を体験したみたいなと思ったら、そうだね、適切な会社を選んだ方がいいかもね。日本で飲み会文化は、体験したことありますか？そもそもさ、皆さんが住んでいる国に飲み会文化ってあるんですか？日本はね、飲み会文化がなくなってきてるとはいえ、まだ全然ありますね。うん。で、終電を逃してタクシーで帰るとかね。うん。お金本当にもったいないんだけどね。でね、その若手も、会社の中の若手も、飲み会の場では先輩にすごい気を使うし、逆に、その年上の人たちも、その飲み会の費用とかを払わなきゃいけないんだよ。だから、若い世代の社員にご飯をおごるとか、必要となったお金を代わりに払ってあげるとかっていうのをしなきゃいけないから、どっちも本当に辛いことは多いんだよね。うん。どっちも何かしら辛いことはあると思う。ただ、そんな、ね、気を使ったり、後輩の分のお金を払わなきゃいけなかったりしても、それでもみんな行きたいと思って行ってるからね。うん。ただ僕はあまり飲み会が好きな方じゃなかったから。あまり行かなかったけどね。ただ、そうだね。会社によると思います。あの、僕も気が向いたら、行くんだけどね。うん。そう。皆さんはの国や飲み会文化ってあるんですかね。飲み会の、文化を体感したかったら、ぜひ日本に来て、会社に就職してください。はい。ということで、今日はですね、何を話そうかなっていうふうに、ずっと考えていたんですが、えー
僕がこのポッドキャストをね、こうやって撮っている理由について話していきたいと思います。ただ、このポッドキャストはフリーテーマなので、全く違うことを話しちゃうかもしれません。はい。毎回こういうトピック話そうかなっていう風に、考えておくんだけど、やっぱりその途中、ポッドキャストをこうやって録音している途中に、やっぱりこれ話したいなとか思うことって出てくるんだよね。だから、途中で、やっぱりこのテーマ話そうってなったら、それについて話しちゃうかもしれません。そうなっても、皆さん、ぜひちゃんとついてきてくださいね。はい。じゃあね、まずはこういうポッドキャストを撮ろうと思ったきっかけなんですが、皆さん、このチャンネルの動画とか、ポッドキャストを聞いたりとか見たりしてくださってる人たちって、多分ほとんどが日本語学習者なんじゃないかなって思います。どうですか？皆さん今、日本語勉強していますか？はい。このチャンネルを見てくださってる方っていうのは、まだね、全然再生回数も少ないんですけど、少ない中でも結構みんないろんな国の方がいるんですよ。本当にいろんな国の方が僕のチャンネルを登録してくださっています。ヨーロッパはもちろんのこと、東南アジア、アフリカ、アメリカ、全部ですね。はい。世界のいろんな地域から、このチャンネルを登録してくださっています。はい。だからね、多分、日本語を勉強してるとか、日本の文化に興味がある人が、このチャンネルを見てくれていると思います。でね、これは本当に、僕の狙い通りなんですよ。日本語を勉強したいと思っている方とか、日本の文化に興味があるっていう方に対して、僕は動画を作ろうと思っています。で、日本語を覚えてほしいと思ってます。日本語を聞けるようになったりとか、話せるようになってほしいなって思ってます。で、なんでそんなことをしているのかっていう理由なんですけど、僕の留学中の経験がきっかけですね。僕ですね、実は昔、ヨーロッパに留学してました。で、その時に、英語を話せるようになったんですよ。で、だから僕は今、英語を話せます。うん。英語が2番目に得意な言語ですね。一番得意なのが日本語です。で、留学する前に、もちろん英語は勉強していたんですよ。日本の場合って、中学校から英語を勉強しました。僕の世代は中学校の頃から英語を勉強し始めます。で、一方で、今現在は小学校の頃から英語を勉強するらしいですね。で、中学校の英語の勉強って面白くないんですよ。理屈に沿った勉強なんですね。まず、英語の教師の方が英語を話せませんでしたね。うん。ただ、その先生も英語は書けるし、読めるんですよ。うん。ただ、英語は喋れなかった。で、喋れないって意味ないじゃないですか。うん。でも人によるとは思いますよ。英語を読めたり書けたりすれば、それで十分って思う方もいらっしゃるかもしれないです。ただ、結構な割合の人が英語を実際に喋りたいとか、言語を実際に喋れるようになりたい。
聞けるようになってみたいって思うと思います。で、中学校の勉強って、単語を覚えるときは、こんくらい太い単語帳があって、そこに書いてある単語を300単語とか500単語とか全部覚えましょうとかね。そういうのばっかりだったんですよ。で、それって自分で自らやってる勉強ではないし、生きた英語ではないですよね。もうただ単に本に書いてある単語を覚えていくっていうだけじゃないですか。で、僕もね、その単語帳を使った単語の勉強っていうのは、その学生時代にたくさんしました。ただ、面白くないんですよね。なんか辛いっていう思い出がありますね、僕にとっては。で、その単語帳の、何ページから何ページまでが今回の期末試験の範囲です、みたいなことを先生がおっしゃるので、そこの範囲を勉強するんですよ、頑張って。前日に。テスト前日に、その範囲を一気に覚えます。僕の場合ね。僕は、ちゃんとした勉強できていなかったと思います。もちろん。で、前日の、深夜2時ぐらいまで単語を短期記憶で一気に覚えました。するとね、翌日のテストでは結構スラスラ問題が解けるんですよ。で、高得点も取れるんですよ。ただ、そのテストが終わった次の日には、もうその単語を忘れてましたね。だから完全にテストのための勉強になっていて、自分自身のための勉強にはなってなかったんですよね。で、なんでそんな勉強をしてしまったかっていうと、単語を覚えること自体がそんなに楽しくないっていう認識だったからなんですよ。ただ、海外には興味ありましたし、いつか自分は、日本を出てみたいなっていうふうに思ってたんで、留学しました。ヨーロッパのとある国に、僕は留学をしました。で、ヨーロッパって英語圏の国ほとんどないですよね。イギリスは EU を脱退しましたけど、イギリスくらいですよね、英語が普段使われてるのって。なので、僕が行った国も、公用語は英語ではありませんでした。ただ、大学時代に留学したんですけど、その大学ではたくさんの留学生を受け入れてました。なので、あの、その留学生同士のコミュニケーションが英語だったんですよ。で、僕も寮に住んでたので、寮で友達と会話をするときとか、一緒にどこかご飯食べに行ったりとか遊びに行ったりするときは英語で話してました。で、その時気づいたんですよね、僕は。え、単語がスラスラ覚えれると思ったんですよ。あの、どういうことかと言いますとですね、単語帳に出てくる単語って全然頭に入ってこなかったんですけど、友達と喋ってる時に出た単語とかですね、僕が今まで知らなかった単語、すぐ覚えちゃうんですよ。なんでかっていうと、その単語を覚えた時のシチュエーションも一緒に覚えているからですね。の時友達が言っていた単語だっていうふうに思い出すと意味が思い出せるんですよ。で、それは僕は革命だと思いましたね。正直。だってあんなに辛かった単語帳を使った単語の勉強が留学に行ったらこんな楽に友達と遊ぶだけで覚えれるんだって思いました。で、その時気づいたんですよ。
自分が好きなこととか、楽しいことで、まあ、その言語が覚えられたら、単語が覚えられたら、すごくいいなって思いました。なので、楽しいコンテンツを作る。楽しいコンテンツを作って、それを皆さんの日本語学習に、使ってもらおうっていうふうに考えたんですよ。で、僕は、英語を喋れると言っても、ネイティブの人よりは英語はうまくありません。なので、英語学習のコンテンツを作るよりも、自分が日本人だから、日本語学習のコンテンツを作った方がいいなっていうふうに思いました。で、今はこうやって、ポッドキャストを撮ってるんですけど、何か楽しい動画を作りたいなと思ってます。で、日本語を覚えるために、僕の動画とか、ポッドキャストを見に来るっていうよりは、面白いから、このチャンネルを見に来るっていうのを今は目指してます。はい。ただね、正直なところ、僕のチャンネルってまだまだ面白くないですよね。うん。まだ全然面白くないと思います。だから、もっと面白くして、もっと面白くしていかなきゃなと思ってるし、今もね、常に、どういう企画をやったら皆さんが楽しんでもらえるかなっていうふうに考えているところです。でね、僕が一つ発明したものなんですけど、このポッドキャストもそうですけど、自分っていうか僕が話した文章がこれで出ますよね、上に。今出てますよね。で、そして僕が話した文章に含まれている単語も、両脇に出てます。そう。だから、僕が話している内容っていうのが、一語一句わかるようにしてます。これ結構僕の中で、僕のチャンネルのこだわりポイントです。黒いし、邪魔だって思う人もいるかもしれないんですが、それは、皆さんのフィードバックをもとに、改善していこうと思います。こうやって喋ってると、途中でね、わからない日本語も出てくると思うんだけど、この両脇に出ている解説を見れば、単語の意味もわかると思うので、皆さんの日本語学習にぜひ、活用してみてください。で、しかもね、JLPT テストの単語のレベルもその単語ごとに書いてあるので、これはこのくらいのレベルなんだとかっていうのを確認することができます。例えば、今から、N5 のテストを受ける人がこのポッドキャストを見ているとすると、わざわざ、N1 とか N2 とかの単語は、これはわからなくてもいいやっていうふうに思えるよね。そういう人は、ただ単に僕が喋った言葉の中にある N5 のレベルの、単語をだけ覚えればいいと思うし、気になったら他の単語も覚えればいいと思います。うん、そしてね、このポッドキャストで、出てきた単語っていうのは、ちゃんとね、単語帳にして、この動画のコメント欄に載せてるから、その PDF もぜひダウンロードして、日本語学習に活用してください。ただ、僕が昔単語帳を嫌いだったように、常に、その単語帳、僕が配布する PDF を常にずっと見る必要はないです。その必要に応じて使ってください。例えば動画見終わった後に、もう一回見直そうとか、っていう風に使ってもらえればと思います。わざわざ頑張って、その紙を見て、その PDF を見て、一つ一つを無理して覚える必要はありません。一番大切なのは、自然に覚えていくことですよ。やっぱり、皆さんの母国語が
そうだと思うんですけど、僕が、日本人として日本に生まれた時って、全く、単語帳とか、教科書とかない状態からスタートしてるじゃないですか。だけど気づいたら日本語が話せるようになってますよね。なので、それと同じでいいと思います。あの、赤ちゃんが、あの、成長するにつれて日本語を覚えていくように、自然と気づいたら日本語を覚えていくっていうのが、大事だなと思います。ただ、そんなにのんびりはしてられませんよね。やっぱり人生は有限ですから。例えば、人によって目標は違うと思います。日本に来て、えーっと、日本企業で働きたい。そのために日本語を勉強していますっていう人もいると思いますし、一方で、日本人と日本語を話せなくてもいいから、アニメの日本語だけ聞き取れるようになればいいですっていう人もいるかもしれません。で、最初に言った日本で働きたいって思ってる人たちは、きっと、時間がないですよね。日本語を習得するまでに。多分、できるだけ早く働きたいと思ったら、できるだけ早く日本語を習得する必要があります。だから、そういう人たちは、日本語を常に聞き続ける環境っていうのを整えるべきだなと思います。こういうね、ポッドキャストを、常に聞くっていうのは本当に重要だと思います。こういう考えに僕がなったのも、いろんな出来事があるんですけど、留学行った時が一番大きかったんですけど、ヨーロッパに留学行く前に、また別の英語圏に短期で、留学にも行ったことありまして、その時にあった面白い話があるんですよ。で、その時、僕は、ホームステイをしたんですね。現地の国に。で、現地の家族のところで、約1ヶ月間寝泊まりしました。で、その時に確か11歳ぐらいの女の子もその家にいました。で、その家の女の子、英語ペラペラなんですよ。もちろん。英語圏に住んでる11歳の女の子って英語ペラペラじゃないですか。だから、すごいなと思って見てたんですけど、その女の子、全然英単語のスペル知らなかったんですよ。と思って、こんなのも知らないのって僕はその時思ったんですよ。僕はその学生の頃ね、頑張って単語帳で頭に入れてたんで、その日常会話の英語でその単語が使えないにしても、一応日本語に訳すことはできたんですよ。例えば、have っていう単語だったら、持つって意味だねとか、持っているって意味だねっていう風になると思うんですけど、そういうのはできたんですよね。あと、スペルもちゃんと間違えずに書くことができました。日本の英語のテストは、スペルを間違えると減点になってしまうので、スペルだけは絶対に間違えないようにしようっていつも心がけてたんですね。で、いつもそうやって心がけていたのに、まさか、現地の、11歳の女の子が英単語のスペルを知らないなんて思わなかったんですよ。こんなのも知らないのって思ったんですけど、よくよく考えてみると、その子にとってはその英単語のスペルを知る必要がなかったんですよね。その子の人生において。そうなのか。あの、スピーキング英語のスピーキングだけできるようになりたいと思ったら、スペルなんて覚えなくていいのかってその時思いました。はい。なので、人によってね、僕が何を言いたいかっていうと、人によって、ゴールまでの最短距離は違うと思います。英語の論文を、たくさん毎日読みたいとかだったらあの、そうだね。スペル逆か。
英語で論文をたくさん書きたいとか思ってる人がいたら、スペルはちゃんと覚えた方がいいよね。スペルを間違えたまま論文は出しちゃいけないからね。ただ最近は、AI がね、AI の発達が凄まじいから、翻訳とかもそういう AI に任せればいいからね。だからなおさら、スペルなんてのは覚えなくていいかもしれないね。検索すれば出てくるからね。で、そういった取捨選択っていうのが、日本ではね、本当に、日本語では本当に重要になってくるかなって思います。なんでかっていうと、日本語って覚えようとすれば覚えれることが本当に多いですよ。一番いい例は文字ですよね。ひらがなが50個あって、カタカナが50個あって、漢字が3000文字あります。ちょっと3000文字はかなり多いですよね。3000文字って結構多いですよね。ただ、日本語で日常会話をしたいなって、そう思うだけだったら、漢字を覚えなくてもいいですよね。うん。日本人でさえ、最近はね、漢字を忘れてきてると思うんですよ。皆さんって日本人が、あの、携帯でどうやって日本語を打ってるかっていうのを見たことありますかね？基本的に、まずは、携帯でタイプするときは、まずは、ひらがなを打ち込みます。すると、そのひらがな、に該当する漢字とか、キーボードが、この人この漢字のことを書きたいんだな、っていうのをキーボードがサジェストしてくれます。うん。だから、この漢字だ、この漢字っていう風にポンポンポンって打っていけば、スマホで漢字は打てます。うん。だから、漢字を覚える必要がないんだよね。だいたいこういう風な漢字だな、こういう形してたなっていうのさえ覚えてしまえば、パソコンのキーボードとか、この携帯のね、キーボードを使って日本語を打ち込むことはできます。漢字を打ち込むことはできます。だからね、僕も最近は漢字を忘れてきてますね。それを僕はね、ちゃんと、これまでね、日本で生まれて、日本の教育機関を卒業しました。なので、結構多くの漢字を習ってきたんですよ。ただ、人間ってペンを持って書かないと忘れてくるじゃないですか。だからね、忘れてきちゃいましたね。最近はめっきりペンを持つ機会が少なくなりました。皆さんはペンを使う機会ありますか？なんかね、文字を書くと言ったらもうみんな大体このパソコンのキーボードを打つか、スマホのキーボードを打つかですよね。でね、アルファベットの書き方を忘れるっていう人は、あんまりいないんじゃないかなって思います。アルファベットって全部で何文字ですか？ 26 文字とか、27文字とかですよね。で、漢字はそれに対して3000文字あるわけです。いやー、そりゃ1文字ぐらい忘れますよ。そう。で、長いことね、書いてない漢字だと、あれここに棒を書く必要あったっけとか、あれこうやって書き順どうだったっけっていうのが、すごく忘れやすいんですよね。僕もたまに、ペンを持って書かなきゃいけない時っていうのは、ハッとします。この漢字の書き方忘れてるとかね、結構思います。そう。書き順が一番難しいかな。あれ、アルファベットってさ、書き順ってありましたっけ？書き順っていうのは、どの棒とかどの線からその文字を書くときに書くかっていう話ですね。日本語の漢字とかひらがなとかカタカナって全部の文字に書き順があるんで、
その書き順はね、結構忘れちゃうこと多いですね。別に、書き順は間違って書いてもいいんですよ。間違って書いてもバレないんですけど、なんか自分の中で書き順だけはちゃんと書きたいなっていう。書き順だけは間違わずにちゃんと書きたいなっていう思いが僕の中ではあります。日本語を今勉強している方々、ひらがな、カタカナ、漢字を勉強している方々って書き順習うんですかね？なんか書き順を習う暇があったら別のことを習った方が有意義な気がしますけどね。はい。皆さんは漢字の書き順習ったことありますか？うん。まあね、大人になると書き順間違ってる人たくさんいるんで、正しい書き順を覚えてなくても、そんなに気にすることはないと思います。はい。で、そうだね。ポッドキャストを始めた理由だけど、さっきも言ったけど、ポッドキャストを最近聞いてるんだよね、僕はよく。寝るときに聞いてるっていう話をしたけど、で、寝るときってさ、いつ眠りに落ちるかわからないじゃん。だから、何かして有効活用をした方がいい時間だと思うんだよ。そう。だから、寝る時間に、こういったポッドキャストを聞くのはすごい重要だなと思ったし、寝る時間に聞いてもらえるようなコンテンツを目指したいなって思ってます。で、その時に、僕の日本語を聞いていて、あれ今なんて言ったんだろうとか、あれ今単語なんだったんだろうってなった時用に、この両脇にその意味を出してるっていう風な感じになってます。でね、やっぱり楽しく言語を学ぶのが大切だっていう風に、ずっと話してるんだけど、別にこのポッドキャストを聞く必要は全然ないです。日本語を勉強したいのであれば。このポッドキャストじゃなくて、例えば、アニメが好きだったらそういったアニメを活用するのもありですし、日本人の友達を作るのが一番早いかな。日本人ってでもね、世界の中にあまりいないだろうから、日本人の友達っていうのは見つけるの難しいと思うけどね。韓国人とか中国人に比べてもね、多分日本の外に出てる日本人って少ないと思うんだよね。うん。ただ、一番早い言語の習得方法はやっぱり、彼氏とか彼女とか、パートナーを作ることだよね。例えば、日本語を学んでいる皆さんだったら、日本人の彼氏とか、日本人の彼女とか作るっていうのが一番いいと思う。やっぱりね、友達と話すっていうのが一番身につくよね。で、今はこうやって僕が一方的に皆さんに喋ってしまっているんだけど、本当はね、皆さんからもこうやって、あの、皆さんからの声も僕が聞けて、それに対して僕が反応するっていうのが一番いいと思うんだけどね。うん。僕の友達で、ベトナムに留学した友達がいます。で、その友達は、ベトナムで、ベトナム人の彼女を作ったんだよね。そしたらね、その友達は、1年間、ベトナムに留学してたんだけど、日本に帰ってきた時に、ベトナム語がペラペラになったね。いやー、あの時は本当にびっくりしたな。まさか、ベトナム語を完璧になって帰ってくるとはって思いましたね。あの、しかもね、英語もそんなにペラペラ話せる友達ではなかったから、あの、そんな英語よりもベトナム語が得意になってしまったわけなんだよ。だから日本語が一番得意な言語で、その次に得意な言語がベトナム語になってたね、その子は。だからね、やっぱりパートナーを見つけることって大事だと思います。ただね、日本人ってそんなに多くないのかな。皆さんが住んでいる国に日本人っていますかね？うん。
僕も留学した先のヨーロッパの国には全然日本人いなかったから、やっぱり現地の、そうだね。日本人以外の人と仲良くしてたね。ただね、日本ではね、英語を喋る外国人の友達を作るのはすごい簡単だと思うんだよね。あ、まあでも場所によるか。場所によると思います。僕が住んでるのは東京なんですけど、東京はね、本当に外国人の方の数が多いね。英語を喋れる方が多いです。別に英語圏以外の国からの、あの、来てる方もたくさんおられるんですけど、日本ではね、英語を勉強してる人が多いので、英語を勉強するために、英語を覚えるために、あの、英語話者の友達を作るっていうのは、東京に住んでたら、本当に楽だと思う。だからそこら辺のバー行ったら、たくさんいるからね。日本人じゃない人っていうのは。で、日本人ってさ、シャイじゃん。日本人って本当に恥ずかしがり屋で、あまり他人と話さないんだけど、日本人じゃない方って、なんかすごいもっとフランクに話してくださるから、友達作るの本当に、日本人の友達作るよりも、日本人以外の方の友達作る方が楽かもしれないな、日本は。でも僕の場合ね、なんか僕が日本人の友達を作るのが下手なだけかもしれないけどね。まあその可能性も、ありますけども。あとは最近はね、観光客の方も多いから、日本人以外の方と接する機会っていうのは本当に昔と比べたら多くなりました。一瞬、ね、コロナウイルスが蔓延した時に、その時にもう全然外国人の方はいなくなったんだけど、その後やっぱりまた復活して、今はね、東京の街に出れば、観光客の方たくさんいるね。でもそんな観光客の方も、これから来る方は大変だろうな。大変だと思います。理由は夏の暑さですね。日本の夏本当に暑いから。でもどうだろうな。東南アジアから来る方はどう思うかな。日本の夏の一番厄介なところってその湿度なんですよ。湿度がすごい高い。だからね、ジメジメしてます。ただ、そうだね、東南アジアの方々は、自分の国でも比較的、湿度が高かったりするから、もしかしたら東京の夏に耐えられるかもしれないね。今この動画を見てくださっている方で、東南アジアの方いますか？いるかな？日本の夏耐えられますかね？少なくとも、ヨーロッパとは全然違うね、気候は。ヨーロッパもね、結構気温は上がるんだよね。東京と同じぐらい気温上がるんだけど、ヨーロッパの場合は湿度が低いから、そこまで過ごしにくいとかはないよね。ただ東京はね、ジメジメしてるからね、なんて言うんだろうな。すごく不快な汗のかき方をします。そう。だからね、8月とか9月に観光客の方が日本に来るっていうのはあんまりね、お勧めしないね。ただ、そんな方々が、どれくらいの割合の方々がその情報を知ってるかだよね。日本の夏がやばいっていうことに気づかないで、日本のホテル予約して飛行機予約して来ちゃう人もいるかもしれないからね。もし皆さんが今、日本に来て、日本に旅行したいなって思ってるとしたら、8月、9月、7月もかな。その3ヶ月間はあまり
来ない方がいいと思うな。すごい暑いから。でも日本の夏って、まあ暑いんだけど、楽しいことはいっぱいありますよ。あります。まあ、夏祭りが一番ですかね、日本の場合は。日本の8月って、宗教的にご先祖様が天国から地上に降りてくる月なんですよ。だから、いろいろな祭りが開催されますね。たくさんの地域でみこしが担がれて、たくさんの出店が出て、花火が打ち上げられます。こういった光景を見るのも、悪くはないかな。そう。日本の夏の暑さを我慢できるんだったら、そういった日本の祭りっていうのを体験してみるのも、悪くはないかもしれないね。夏の祭りの出店っていうのは本当にいろんなお店が出ますよ。お寺とかでね、行われることが多いです。うん。でね、僕が好きだったのは、チョコバナナだね。うん。チョコバナナっていう、チョコレートでコーティングされたバナナが、祭りの出店で販売されることが結構多いんだよ。でそれが大好きでさ、結構食べてました。あとはいろんな出店があるね。焼きそばも食べれるし、あとは金魚すくいもできるし、いろんな店が祭りではあるから、いろんなことを体験できます。あとは花火だよね。うん、日本のね、花火大会たくさんあるんだけど、何がおすすめかな。結構大きな花火大会で言うとね、隅田川花火大会っていうのがあります。で、隅田川花火大会っていうのはね、隅田川っていうと川のところで行われるでっかい花火大会なんだけど、すごい混むんだよね。びっくりするぐらい混む。うん。びっくりすると思う、来たら。しかも暑いしね。外国人の観光客だけじゃなくて、日本人にももちろん有名なお祭りだから、花火大会だから、すごい混みます。ただ、東京に滞在する期間っていうのがあまり長くなかったら、そうだね、その隅田川花火大会と同時に、観光名所である浅草と、あとは世界一高い電波塔の東京スカイツリーに行ってみるのもいいかもしれない。ちょうどね、その隅田川っていう川が、その東京スカイツリーと浅草の真ん中に位置してるんだよ。だから、一気にその隅田川と東京スカイツリーと浅草を味わうのはいいかもしれないね。そう。東京スカイツリーは、世界で2番目に高い人工の建造物です。はい。で、そうだね。展望台に行くとね、だいぶ綺麗な景色が見れるんで、見てください。そういえば、隅田川花火大会の時って、スカイツリーの展望台から花火見れるのかな？どうなんだろう？多分見れるよね。でもどうせ抽選とかなんだろうね。抽選とか、早い者勝ちとかで、全員はその展望台に登れないとは思うんだけど。だって結構な特等席だよね、東京スカイツリー。東京スカイツリーってさ、高さが634メートルあるから、634メートルもあると、展望台から花火見るときって、下を見ることになるんだろうね。普通花火って上をこうやって見上げるよね。ただ、634メートルもあったら多分、下を見ることになるんだろうね。へえ。そういった、それが東京スカイツリーです。で、隅田川を挟んで向こう側にある、浅草はね、浅草寺っていう有名なお寺があって、その浅草寺がね、すごいいいスポットですよ。いい観光スポットです。
浅草寺は、お祭りじゃない時も、普段でも出店がね、たくさんあるんだよね。でそこでね、お土産も買えるし、楽しいじゃない、美味しい、なんていうのスイーツは食べれるし、すごいおすすめなんだけどね。浅草に来たら食べてほしいものがあって、別に浅草じゃなくてもいいんだけど、浅草の周りにたくさんあるお店があって、それがね、もんじゃ屋さんで、皆さん、もんじゃ焼きって知ってますか？日本の料理なんですけど、めちゃめちゃ美味しいんで、僕大好きなんですよ。で、海外から友達が来るときも、だいたいもんじゃ焼き屋に連れてって行ってあげるんですけど、もんじゃ焼きはですね、見た目は完全に吐砂物ですね。皆さん、吐砂物っていう日本語を聞いたことありました？うん。吐砂物って多分相当難しい日本語で日本人の小学生も知らない単語かもしれないですね。吐砂物って何かっていうと、吐いたもののことですね。人間が口から吐いたもののことを吐砂物って言うんですけど、あまり使う機会はないですよね、この日本語を。吐砂物って、N1、N1 でやんのかな？ JLPT のテストで出てくるのかな、吐砂物って。相当難しい単語だと思うけど。どうなんだろう。でもね、皆さんは今、覚えたと思います。そう。で、そのもんじゃ焼きは、見た目は完全に吐砂物なんですけど、美味しいんですよ。で、いろんな味があります。豚、キムチ、チーズとか、海鮮もんじゃとか、いろんな味があります。どれ食べても美味しいんですけど、僕は、チーズとかキムチとか豚が入ってるのがおすすめですね。多分ね、イスラム教徒の方も食べれるのがあるんじゃないかな。そのベジタリアンの方とかも食べれるもんじゃ焼きってないのかな。いや、知らないな。いや、そうです。僕、昔、あのー友達のイスラム教徒の方を、東京を案内したとき、ちょっとね、お店選びに困った経験があるんですよね。世界的に見てもね、日本でハラル料理を探すのは結構難しいですね。あとはベジタリアンとかビーガンの料理を探すのはね、東京だと、かろうじてできるかもしれないんですけど、地方だとね、あんまりないんじゃないかな。うん、でも一定数、イスラム教徒の方って住まわれてるので、どうにかして豚肉を食べないようにしてるんだろうけど、お店で、豚肉を食べないようにするっていうのはね、結構他の国に比べたら、難しいと思います。そう。で、その吐砂物に似たもんじゃ焼きなんだけど、そのもんじゃ焼きってね、鉄板の上で焼くんだよ。まず、もんじゃ焼きの素がテーブルにやってきます。で、その素を鉄板に開けて、で、なんて言うんだろう。ヘラでぐちゃぐちゃにして、形作って焼くんだけど、その見た目はね、吐砂物なんだよね。で、焼き始めてしばらくすると、ちょっと固まってくるから、そしたらちっちゃいヘラを持って食べるっていう感じ。そう。で、浅草にもんじゃ焼き屋さんがたくさんあるから、ぜひ試してみてほしい。ぜひ食べてみてほしい。でもただね、毎日外国人観光客の方と日本人でいっぱいだから、多分ね、予約する必要あるんだと思うな。ただ予約していくことをお勧めする。予約できるのなら。予約システムがね、そのお店にあるかわかんないからね。あとは電話しても日本語に英語に対応してなかったりするかもしれないから。でもね、そのもんじゃ焼きってその外国人観光客の方にも
人気だし、しかも日本人にも人気だから、もうたくさんの人が本当に集まるわけだよ。だから、もう常に混んでるね、もんじゃ焼き屋さんっていうのは。ただ一度トライしてみてほしい。本当に美味しいので、ぜひ日本に来たら食べてみてくださいね。はい。ちょっと、長々と喋ってしまいましたけど、ちょうど今1時間超えてますね。そう、長々と喋ってしまいました。1時間超えてましたね。僕テンションが上がると、すごい早い日本語で話してしまうっていう癖があるんですよ。ただ今日は、いつもよりは、その速さっていうのを抑えられたのではないかなって思います。うん。僕、日本人からも、日本語早いよね、早口だよねって結構言われるから、そう、日本語学習者の皆さんにはね、本当に優しくない日本語だと思う。うん。だけど、今日はある程度ゆっくり喋れたかな。でも、ちょっと早かった気もするので、次回はもっとゆっくり話せるように頑張ります。で、ぜひ、あの、日本語これ早すぎたら、もっと遅く喋ってくださいっていうことを、コメント欄かどこかに書いてください。そしたら改善します。はい。じゃあ皆さん、今日はこれで、ポッドキャスト終わりにしようかなと思います。今日はこうやってただ単に喋るだけだったんですけど、いかがでしたでしょうか？楽しい時間は過ごせましたでしょうか？もう眠ってしまってる人もいるかもしれないですね。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひまた僕のポッドキャスト聞きに来てください。それではありがとうございました。これで終わりです。バイバイ。